こんにちは。今日はですね、姿勢の安定というのは一体何なのかということについて解説していきます。皆さん、姿勢の安定というとイメージを沸かせることはとても簡単なんですけれども、本当の意味で正しく理解をできているということがあまりない。そして何によって姿勢の安定がもたらされているのかということを正しく理解することは、威力が出る姿勢を学んでいくにあたってものすごく大切な内容になります。姿勢がね、安定しているという言葉からイメージされるのは、おそらく重心がしかるべきところにピタッと定まっていて、体がね、ぐらぐらぐらつかない、ふらつかない、楽に立てる、体に無理がない姿勢、そんなようなイメージだと思うんですね。じゃあ、体がぐらつかないことが本当に正しい姿勢の答えなのかというと、実はそうではないと僕は考えています。ぐらつかない姿勢っていう風なイメージを持たれている方の多くは、おそらくですね、体の中心となるところが脊椎、背骨ですね。この骨格を中心として、その強い骨格を支えている周囲の筋肉とか腱っていうイメージを持たれているかと思うんですけれども、体のバランスがね、整った状態っていうのは、圧縮要素と引っ張り要素がそれぞれが偏ることなく、最も効率的にテンションを掛け合っているという状態なんですね。骨という圧縮要素だけが体の構造の強さを作っているわけではなくて、骨とその骨を引っ張っている引っ張り要素、筋肉とか腱とか、全部をひとまとめにした状態で、それが構造的にきちんと整った状態というのがテンセグリティの整った状態で、この状態が強い力を出せる準備が整った姿勢なんですけれども、骨を構造的な強さの中心として考えてしまうと、実はそれは正しい理解にはなりません。まずその理解を正しくすることが大切です。軸とかね、中心軸、武道では昔から言われている概念ですけれども、それは背骨を中心としたものではないんですね。体を構造的に整った時に感じられる正しい軸の場所、例えば太っているとか痩せているとか、正しい軸っていうのは全然人によってまちまちだったりするので、軸がどこなのかっていうのを定義するんではなくて、一番力が有効的に発揮される場所を自分の体の中で見つけていく必要があるんですね。そのために今お話しした骨が中心であるっていう概念をまず捨てないといけないです。終鉄で立った姿勢を稽古するときにドタバタですね、激しく攻防を繰り返しながら練習をするっていうことはまずなくて、じっくりと立つ、あとは動くときもゆっくり動いていく、こうやって体の姿勢を練っていきます。これはなぜかというと、体をコントロールする筋肉の働きとか腱の働きとか、このコントロールを学んでいくことがとても大事なんですね。そしてそのコントロールがさらに強さを発揮していくっていうふうに段階が進んでいくんですけれども、正しく姿勢ができないままにがむしゃらにね、ガンガン動いていると、この繊細な体の働きというのが見つけられなくなってしまいます。ほんのちょっとの動きっていうのを見つけていくことがとても大事なんです。体のバランスを保つ動きはどこで作られているかというと、表面の筋肉ではなくてインナーマッスル、体の奥深くに行けば行くほどその働きが顕著になっていきます。アウターマッスルは体を動かす筋肉だと。インナーマッスルは支える筋肉っていうふうに言われるんですね。要するにインナーマッスルっていうのは、収縮して強く働いたとしても、それが大きな動きになって外側に現れるようなものではないんですね。ですので、例えば僕がですね、インナーマッスルを今働かせました。そして今これは働かせていません。インナーマッスルの働きをぐっと強調している、もしくはスッと緩めているっていうのは、外から見ても絶対にわからないってことなんです。
この動きを例えば誰かに、自分の生徒に伝えようとすると、体の中でどういうことが起きているのかっていうのをなるべく詳細に伝えてあげないと難しい。そしてこの中の動きっていうのは、自分が感覚的に感じている動きと実際中で起こっている動きっていうのが違ってたりすることもあるので、より難しくなったりするんですね。姿勢の安定、一番わかりやすいのはこの片足立ちになる。この時に体幹をね、どれぐらいうまく使って、どれぐらいインナーマッスルを鍛えていたとしても、ピタッと1ミリも動かないでいるということは非常に難しいんです。わずかに動いちゃうわけなんですね。ちょっと見てみます。こうしてピタッ、安定しているようには見えるとは思うんですけど、これですね、ピク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 動いてる。よく見ると動いてるのがわかると思うんですけど、さらに言うと、ここまで大きく揺れないのは、足先とかね、体幹の筋肉が小さくバランスを取るように働いているわけなんですね。一見安定した動きというのは、常に体のこの生理的な反応によって細かく、本当に高度なレベルでバランスを取っているっていうことなんです。誰にでもある働きです。で、人によってはインナーマッスルの働かせ方がうまくできなくて、ちょっとぐらつき気味になるという人も多いと思うんですけど、普段から体を鍛えている人はこれは多分簡単にできると思います。足の裏の感覚とか三半規管とか視界からの情報をもとに常にずっとバランスをとっているっていうのが、もっとよくわかる検証としては、この時目を閉じます。で、こういうふうにね、手がバランスを取ってしまうと簡単になってしまうので、あくまでも腕を組んで手でバランスを取れない状態で目を閉じて、これはですね、今、僕は何とかやっていますけれども、足の先がですね、すごくさっきよりもかなり激しく反応しています。そして体幹の奥深くの筋肉がかなり積極的に働こうとしています。僕もよく割と頻繁に目を閉じて片足立ちっていうのは練習してますので、比較的安定してできているような感じに見えると思いますけれども、これ多分皆さんやっていただくとかなりね、難しいと思います。1分間とかできる人はね、なかなかいないんじゃないかなと思います。それぐらい体がまっすぐ立つっていうのはとても難しいし、とても複雑なことが体の中で起こっています。で、今こういう動きをした時にですね、姿勢を制御するための、特に背骨に近ければ近い筋肉ほど姿勢を制御する時に動きが引き出されるんですけれども、この動きはね、決してものすごく強い力を発揮するような筋肉の働きではなくて、強さとしてはほんの小さな働きなんです。だけど継続的にもうすごく敏感に繊細に働くっていう筋肉の使い方なんですね。この姿勢を制御する筋肉の働きというのが、実は手術では威力を出す上でものすごく大切だと考えているんです。これらの筋肉を積極的に動きを引き出していく、もっと激しい動きの中にもこれを積極的に使うようにしていくっていうことを徹底的にやっていきます。そうじゃないと、この働きをですね、さほど意識しなくても皆さん激しい動きっていうのは全然できると思うんですね。でも外側の筋肉っていうのはもっと強い力を発揮することができますので、これだけでも十分パワーは出せます。いろんな工夫をすれば当然威力は出せるんですけれども、この小さな力しか出せないけれども姿勢の制御にものすごく関与している。そして自分たちがなかなかこういう動きが起きているなっていうのを感じにくい、感じられない筋肉の働きをアウターの働きにプラスして、その下に仕込むような感じですね。土台のような感じでこの働きが入ると、実はトータルで考えた時の威力の破壊力の上がり方がね、バーンともう一気に桁違いになります。そうじゃないとね、僕は今50歳ですけど、40代後半になってからかな、この
身体操作をここのね理論に気づいて、これを徹底的に研究してきて、ここ数年でもねかなり威力がもう年々上がっていると、体の動きが変わってきているという実感を得てるんですけども、外側の筋肉をムッキムキに鍛えているだけでは、絶対に実現しないものだと思っています。僕ごときがねこの年齢で変化を感じているわけなんで、もっとね才能豊かな人がこの同じ身体操作の深層腹筋の使われ方とか、こういうものを開発していくとものすごいことになるんじゃないかなと思っています。この姿勢を制御コントロールする働きというのを理解することで、なぜ技の威力がものすごく上がるのか、もしくはなぜめちゃくちゃもうこれほど筋肉があるのに、例えばパンチとかね打った時にあまり威力が出ないのか、こういうことがかなりはっきりとここ最近ですね、さらにはっきりと理論化できてきたので、これをね生徒とか会員さんには何とかして伝えていきたいなと思っていますし、これをねちゃんと伝わるような理論化というのを一生懸命やっていきたいなと思っています。例えばねこういう、これはスラックレールというバランスを、この上でバランスをとって体幹を鍛えるようなちょっとしたグッズがあるんですけども、オフィシャルな解説、使い方のガイドではこういうふうに、手でバランスを取るっていうふうな、感じで解説されていますけども、僕のおすすめはですね、僕が実際やっている使い方は